皆様こんにちは、セリナです。今回は11月17日発売、ディオールクリスマスコフレ第3弾、ディオールバックステージホリデー2023より、バックステージアイパレット010コッパー、011シルバー、アディクトリップグロー057シマーシナモン、058オパールパール、アディクトリップマキシマイザー049ピュアコッパー、050ホログラフィックシルバーをご紹介していきます。ディオールのクリスマスコフレはこちらの第3弾も発売前からかなり注目度が高かったですよね。アイシャドウはもちろん、今回のコレクションのリップはとても可愛くて選びきれなかったので、全4色を購入してみました。それぞれのカラーの質感や波についてなどもしっかりとご紹介していきたいと思います。そしてアイシャドウパレットは1色ずつの単色塗りをご紹介した後に、今回のコレクションを使ったメイクルックを4パターンご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドのクリスマスコフレをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールバックステージホリデー2023。華やかなホリデーシーズンに向けて、ピーター・フィリップスはシルバーとコッパーのトーンを再解釈し、新たに2つのカラーハーモニーのディオールバックステージアイシャドウパレット、ディオールアディクトリップグローとディオールアディクトリップマキシマイザーをホリデー限定でデザインしました。ミックス&マッチでナチュラルなスタイルから洗練されたスタイルまで、様々な可能性を秘めたディオールを象徴するコレクションです。ご紹介していくのはこちら、ディオールバックステージアイパレット010コッパー、011シルバー。ディオールのバックステージからインスピレーションを得たパレットは、ブレンドしやすい9色の高発色のアイシャドウをセット。シマー、サテン、マット、そしてホログラフィックのエフェクトが様々な表情を演出します。010コッパーは温かみを感じさせるゴールドやグレージュにアクセントとなるクランベリーレッドをプラスしたウォームハーモニー。011シルバーは透明感のある冬の夜空を表したパーリーホワイトを中心に、サテンピンク、ライラックがきらめくクールハーモニー。続いてディオールアディクトリップグロー057シマーシナモン、058パールパール。ディオール初 97% が自然由来成分のナチュラルティントリップバーム。6時間のノンストップなツヤと一日中続くたっぷりの潤いを叶え、一人一人に合ったオーダーメイドの血色感で唇をほんのり彩ります。リップバームとしてそのまま塗っても、もしくは口紅のベースとしてもマルチに活躍します。続いてディオールアディクトリップマキシマイザー049ピュアコッパー、050ホログラフィックシルバー。潤いとふっくらボリュームアップをもたらす大人気のリッププランパー。チェリーオイルとヒアルロン酸をたっぷり配合した処方は 90% が自然由来成分で構成。一日中続く潤いと溢れる輝きを得て、滑らかでふっくらとボリュームアップした唇を叶えます。それではバックステージアイパレット、まずは010コッパーのカラーから1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介していきます。1段目の左のカラーから1色目、ベージュマットタイプ。バックステージアイシャドウパレットの左上の1色目のカラーはクリームタイプのアイプライマーがセットされていることが多いですが、今回のパレットは1色目からパウダータイプのアイシャドウがセットされています。はい、1色目、マット質感のベージュのカラーはこんな感じでした。しっとりとしていて高発色なマットタイプだったので、柔らかいカラーですがまぶたの上でもきちんとカラーが発色してくれました。
パレットで見るともう少し淡いニュアンスのカラーに見えたので、まぶたの上にのせた方が柔らかいピンクコッパーのような絶妙なカラーを楽しむことができます。高発色ですが軽い粉質なので、指でも問題なく塗ることができました。1色目からとても可愛いです。続いて2色目、ゴールドシマータイプ。まぶたの上にのせてみると、意外とラメやパールは控えめで上品ですね。はい、2色目、シマータイプのゴールドのカラーはこんな感じでした。手元で見た時は全体的にパールによるツヤをしっかりと感じて、さらにその上にラメが輝くようなカラーかなと思いましたが、実際にまぶたの上にのせてみると、軽くてマット質感寄りのベースに微細なラメがキラキラと輝くような上品な仕上がりでした。イエローゴールドのベースにシルバーのラメが効いていて、このシルバーラメが絶妙な軽さと透明感を演出してくれています。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、ブロンズサテンタイプ。こちらもしっかりと発色を楽しめるベースにサテンのツヤ感が乗ってくれます。はい、3色目、サテン質感のブロンズのカラーはこんな感じでした。サテン質感もマットやシマータイプと同様、ふんわりとしていて高発色なベースに、こちらには微細なラメによる輝きで程よいツヤを演出してくれています。パールやラメが強すぎないさりげないツヤ感なので、日常使いもしやすい質感だなと思いました。少しコッパーのニュアンスを感じるような温かみのあるブロンズカラーがとても可愛いです。続いて4色目、グレージュサテンタイプ。こちらも同じくサテン質感です。発色やラメの量などは反対に塗っているサテン質感と大体同じ感じがします。はい、4色目、サテン質感のグレージュのカラーはこんな感じでした。こちらも反対に塗っている3色目のサテン質感と同様、ベースにはふんわりとしていて高発色なカラーが乗った上に、微細なラメの輝きでツヤを感じられる質感でした。カラーとしては少しピンクのニュアンスを感じるようなグレージュカラーで、クールさと柔らかさのバランスがとてもいい絶妙カラーです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて5色目、ジンジャーブラウンサテンタイプ。こちらのカラーは深みを感じるカラーがしっかりとまぶた全体に塗ってくれます。はい、5色目、サテン質感のジンジャーブラウンのカラーはこんな感じでした。締め色としても使えそうなくらい、ベースにしっかりと深みを感じるカラーが、よりラメのきらめきとツヤめきをしっかりと感じることができました。少し温かみを感じるブラウンに、ゴールドの微細ラメをキラキラと感じるところがとても華やかで可愛いです。続いて6色目、マホガニーマットタイプ。こちらのマットタイプも反対に塗っているサテンと同様、かなり発色がいいです。ただ軽い粉質なのでこんな感じで指でも綺麗にぼかすことができます。はい、6色目、マット質感のマホガニーのカラーはこんな感じでした。ダークなパープルブラウン系のカラーがしっかりとまぶたの上に発色してくれます。こちらのパレットの中では珍しく寒色寄りな色出しですね。5色目と6色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて7色目、コッパーサテンタイプ。こちらはかなり鮮やかなカラーがまぶたに乗ってくれます。はい、7色目、サテン質感のコッパーのカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、もう少しくすんでいて落ち着いたニュアンスなのかなと思っていましたが、まぶたの上にのせてみると鮮やかで明るい、少しピンクのニュアンスも感じるようなコッパーカラーがしっかりと発色してくれました。ただ明るいカラーですが絶妙に肌に馴染むのでとても使いやすそうです。続いて8色目、ディープブリックマットタイプ。こちらはブリックのカラーがしっかりと発色してくれます。こ
ちらのパレットのマットタイプは全体的にとても発色がいいです。はい、7色目、マットタイプのブリックのカラーはこんな感じでした。深みは出るのに暗く沈みすぎなくて、絶妙に鮮やかさも残しているニュアンスがとても素敵です。レッド系カラーなのに単色塗りでもとても馴染みが良くて使いやすいです。7色目と8色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。最後、9色目、クランベリーマットタイプ。こちらはパレットを見たままのようなカラーがそのまままぶたに乗ってくれます。はい、9色目、マットタイプのクランベリーのカラーはこんな感じでした。まぶたの上にのせてみると、パープルのニュアンスが強く出たので、明るめのピンクパープル系に発色してくれました。このカラーも今回のパレットの中では珍しい寒色系ニュアンスです。全体的に馴染みのいいウォームトーンで揃っているパレットでしたが、こういった寒色系カラーも入っているといろいろなメイクが楽しめそうで素敵ですよね。9色目、引きで見るとこんな感じです。それでは続いて011のシルバーです。まずは単色塗りでカラーをご紹介していきます。上段の左端から1色目、サテンタイプのパール。こちらのパレットは先ほどとは異なり、マット質感が入っていないので、1色目から贅沢なパール感を楽しめるサテン質感です。はい、1色目、サテン質感のパールのカラーはこんな感じでした。先ほどご紹介した010のコッパーのパレットのサテン質感よりも、さらにラメの輝きをしっかりと楽しむことができます。ただ、コッパーのパレットと同様のさらりとしていて軽い粉質なので、まぶたの上にベタッとパウダーが乗ってしまうという感じではなく使いやすかったです。1色目から透明感抜群のカラーですね。続いて2色目、シマータイプのピンク。シマータイプもこんな感じで、まぶたの上に乗せてみると意外と上品なツヤめきです。はい、2色目、シマータイプのピンクのカラーはこんな感じでした。ベースのカラーはホワイトに近い印象ですが、よく見るとくすみ感のあるグレーニュアンスを含んだようなピンクがうっすらと発色している上に、シルバーやブルーなどの微細なラメのきらめきを感じられます。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、サテンタイプのモーブ。こちらのサテンタイプは10番のコッパーのパレットと同様、ふんわりとしたマットベースにラメが輝くようなタイプです。はい、3色目、サテン質感のモーブのカラーはこんな感じでした。パレットを見たままのようなくすみ感の強いクールなモーブ系カラーでした。控えめですがシルバーのラメがキラキラと輝くところも綺麗です。続いて4色目、サテンタイプのシルバー。こちらはベースのカラーにしっかりとツヤを感じるサテン質感です。011のパレットは同じ質感の中でも発色やパールやラメに少し違いがありますね。はい、4色目、サテン質感のシルバーのカラーはこんな感じでした。反対に塗っている同じサテン質感と比較をすると、こちらのカラーのベースのパールによるツヤをしっかりと感じやすいと思います。パールのツヤに加えて微細なシルバーのラメもキラキラと光ってとても華やかです。透明感とクールな印象のバランスの取れたシルバー系カラーです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて5色目、サテンタイプのスチール。こちらはパールによるツヤをしっかりと感じるようなサテン質感です。はい、5色目、サテン質感のスチールのカラーはこんな感じでした。こちらは比較的ベースにパールによるツヤを感じるタイプのサテン質感でした。カラー自体はしっかりと深みを感じますが、このパール感の効果で軽やかさも残してくれています。ブルーに寄りすぎないシルバー系なので、いろいろなカラーと組み合わせしやすそうです。続いて6色目、シマータイプのアンスラサイト。こちらはサテン質感とのことですが、かなり発色がいいので、マットのような感覚で使えます。は
はい、6色目、シマータイプのアンスラサイトはこんな感じでした。こちらのカラーはかなり発色が良かったので、指よりもブラシなどのツール使いがおすすめかなという印象でした。シマータイプとのことですが、ベースは高発色なマットタイプといった感じで、上からブルーやシルバーなどのラメのきらめきを楽しめるカラーでした。今回のパレットにはマットタイプは入っていないので、このくらい高発色でしっかりと目元を引き締めてくれるカラーがあるととても使いやすいですよね。5色目と6色目、それぞれ引いてみるとこんな感じです。続いて7色目、サテンタイプのピンク。淡いニュアンスのカラーですが、まぶたの上でもしっかりと発色をしてくれます。はい、7色目、サテンタイプのピンクのカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのホワイトに近いようなかなり明るめのピンクカラーでしたが、まぶたの上にのせてもこんな感じで淡いカラーなのにきちんとパレット見たままのような発色を楽しめました。こちらはふんわりとしたマット寄りのベースに程よいラメがきらめくタイプのサテン質感でした。続いて8色目、ポロタイプのライラック。こちらは今回のパレット唯一のポロタイプです。まぶたの上にのせてみると意外とツヤやラメは抑えめです。はい、8色目、ポロタイプのライラックのカラーはこんな感じでした。ポロタイプはふんわりとしたマット寄りのベースにブルーの微細パールがぎっしりと詰まったような柔らかさとツヤ感を両立してくれているような質感でした。ホワイトに近いような明るめのライラックカラーがベースですが、ブルーのラメに少し深みを感じるので、このラメの効果で程よいバランスをとってくれています。7色目と8色目、それぞれ引いてみるとこんな感じです。最後、9色目、サテンタイプのブルーベリー。こちらはサテンタイプの中でも特に高発色で、パレットの見た目よりもかなりダークにカラーがのります。はい、最後9色目、サテンタイプのブルーベリーのカラーはこんな感じでした。まぶたの上にのせてみると、かなりダークな印象のパープルカラーに発色しました。こちらのパレットのシルバーやグレー系のカラーにとても合いそうな締め色になってくれそうです。こちらはサテンタイプとのことですが、他のサテンタイプよりもパールやラメ感がかなり抑えめでした。9色目、引いてみるとこんな感じです。それでは続いてリップアイテムをご紹介していきます。まずはアディクトリップグローからご紹介していきます。まずはこちら057のシマーシナモンです。シマーシナモンは見た目でもラメを感じることができますが、唇にのせるとこんな感じで意外とラメは馴染んでくれて、程よいツヤと立体感を与えてくれます。はい、アディクトリップグロー057のシマーシナモンはこんな感じでした。ベースのカラーはこんな感じで、スティックで見るブラウンレッド系よりも少しパープルのニュアンスを感じるような程よく深みのあるカラーがしっかり発色してくれます。そしてラメはスティックで見るとこんな感じでゴールドやシルバーなどの大粒ラメを感じることができますが、唇の上にのせてみると意外と馴染みが良くて、そこまでキラキラになってしまうというタイプではなかったので、普段のメイクにも安心して取り入れやすいんじゃないかなと思いました。この程よいラメがツヤ感と立体感を演出してくれています。続いて058のオパールパールです。オパールパールは見た目だとあまりラメは感じにくいですが、唇の上にのせてみるとこんな感じで、ベースのカラーの発色がナチュラルだからか、シマーシナモンよりも多色のラメの輝きを楽しむことができます。はい、058のオパールパールはこんな感じでした。なんとかしっかりと塗り重ねていくと、ほんのりと唇がピンクに色づく、色付きリップのような感覚で使えるカラーでした。そしてこちらには、ピンクやブルーなどの大粒のラメのきらめきを楽しめました。057のシマーシナモンよりも、こちらのカラーの方が唇の上にのせてみるとラメをしっかりと感じられる印象です。透明感抜群の唇に仕上がります。続いてはこちら
ディオールアディクトリップマキシマイザーの049ピュアコッパーです。こちらは手元で見た時もかなりしっかりとラメを感じることができましたが、唇の上でもこんな感じでグロスのツヤの他にも大粒なラメのきらめきを楽しめます。はい、ディオールアディクトリップマキシマイザーの049ピュアコッパーはこんな感じでした。グロスのツヤの他にも手元で見た時と同様の大粒のゴールドやシルバー、そしてコッパー系のラメのきらめきを贅沢に楽しめます。そしてベースのカラーは意外とかなりシアーなので、元の唇の血色感に大人っぽいコッパーのニュアンスが加わるような印象でした。単色塗りでももちろん可愛いですが、他のリップの上に組み合わせてもとても使いやすいと思います。こちらのカラーものすごく可愛いですね。そして最後はこちら050のホログラフィックシルバーです。シルバーはこんな感じでしっかりとピンクとブルーのラメを楽しむことができます。一気に唇に透明感がアップします。はい、マキシマイザーの050ホログラフィックシルバーはこんな感じでした。こちらは透明のグロスのベースにピンクとブルーの大粒ラメのきらめきを楽しめます。ピンクのラメで唇に程よい血色感を与えてくれているので、単色塗りでも透明感があってとても可愛いです。ブルーラメがホリデーらしくてとても素敵ですよね。それぞれのカラー比較してみるとこんな感じでした。アディクトリップグローの方がベースにもしっかりとカラーが乗って程よいラメでツヤを出してくれるイメージ。マキシマイザーはベースのカラーにも透け感があって大粒のラメをしっかりと楽しめるようなイメージでした。それぞれに違った良さがあってどのカラーもとても可愛いです。ではここからは今回のコレクションを使ったメイクを4パターンご紹介していきます。まずは1つ目のメイクです。バックステージアイパレット010コッパーのマットタイプベージュのカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いてサテンタイプブロンズのカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。ベースにふんわりとしているマットタイプを使っているので、こちらのサテン質感の絶妙なツヤがより綺麗に出てくれます。そのままディオールバックステージアイシャドウブラシ S にも取って下まぶた全体にものせていきます。続いてマットタイプマホガニーのカラーをブラシに取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。最後にシマータイプゴールドのカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にアクセントとしてのせていきます。リップはアディクトリップグローのシマーシナモンを合わせていきます。はい、まずはこんな感じで1つ目のメイクが完成しました。1つ目のメイクはバックステージアイパレットの010のコッパーのカラーのブロンズやブラウン、ゴールド系の4色を使ってリップはアディクトリップグローのシマーシナモンのカラーを組み合わせて明るさの中にも大人っぽさを感じるようなメイクルックに仕上げてみました。アイシャドウは全体的にパールによるツヤやラメが微細でとても上品な質感だったのでしっかりとカラーは楽しめますが大人っぽくて洗練されている目元に仕上がったかなと思います。アクセントで重ねたゴールドのカラーはイエローのニュアンスが強めですが子供っぽくなりすぎないところがとても素敵です。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目のメイクです。バックステージアイパレット010コッパーのサテン質感グレージュのカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いてサテンタイプコッパーのカラーを指に取って目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。この鮮やかなコッパーカラーがとても可愛かったのでベースにグレージュを塗っておいて柔らかさをより引き出していきます。
続いてマットタイプディープブリックをブラシに取って目尻3分の1に締め色としてのせていきます。続いてサテンタイプジンジャーブラウンをブラシに取って下まぶた全体にのせて、最後マットタイプクランベリーをブラシに取ってさらにまつげの際にのせていきます。リップはマキシマイザーのピュアコッパーを合わせていきます。はい、こんな感じで2パターン目のメイクが完成しました。2パターン目のメイクではこのパレットの中でも特に鮮やかな発色だったコッパーのカラーをあえてサテン質感のグレージュのカラーと組み合わせることで柔らかくて大人っぽいニュアンスを引き出してみて、締め色にもレッド系のディープブリックのカラーを使用していますが、子供っぽくならない大人のコッパーメイクに仕上げてみました。下まぶたに深みのあるカラーを重ねたのと、唇には大人っぽいニュアンスをプラスしてくれるピュアコッパーのカラーを使ってバランスをとっていきます。引きで見るとこんな感じです。続いて3つ目のメイクです。バックステージアイパレット011シルバーのホロタイプのライラックを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。今回のパレット唯一のホログラフィックタイプを全体にのせてラメをしっかりと際立たせていきます。続いてサテンタイプのスチールを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。柔らかいラベンダーのカラーをこの程よい深みのあるスチールのカラーで引き締めていきます。続いてサテンタイプのパールを指に取って上まぶた全体に軽くラメをかけていきます。最後にブラシでサテンタイプのピンクを取って下まぶた全体にのせていきます。リップはアディクトリップグローのオパールパールを合わせていきます。はい、こんな感じで3つ目のメイクパターンが完成しました。3つ目のメイクではバックステージアイパレット011のシルバーのカラーの比較的淡いニュアンスの3色を使って締め色にスチールのカラーを使って柔らかい雰囲気を保ちつつ目元にメリハリをつけてみました。ライラックとシルバーをメインに使うと柔らかくて優しげで透明感あふれる目元に仕上がってくれます。アディクトリップグローのオパールパールのピンクとブルーのラメとの相性もバッチリです。引きで見るとこんな感じです。最後4つ目のメイクです。バックステージアイパレット011シルバーのサテンタイプのシルバーのカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。このパレットのサテン質感の中でもパールによるツヤとラメを感じられたのでベースのカラーにも使いやすいです。続いてサテンタイプのモーブを指に取って目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。続いてシマータイプのアンスラサイトをブラシに取って上まぶた目尻3分の1に締め色としてのせていきます。続いてシマータイプのピンクをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。続いてサテンタイプのブルーベリーをブラシに取って下まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。最後にシマータイプのピンクを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。リップはアディクトリップマキシマイザーのホログラフィックシルバーを合わせていきます。はい、こんな感じで4パターン目のメイクが完成しました。4パターン目のメイクでは011のシルバーのパレットの中の深みとくすみ感が強いカラーを使ってしっかりと目元に陰影感をつけて、リップはマキシマイザーの透け感が残るホログラフィックシルバーでバランスをとってみました。
011のパレットは010のコッパーのパレットよりもさらにパールによるツヤやラメを感じられるようなカラーも多く含まれていたので、華やかさと透明感が欲しいという方にもとてもおすすめのパレットです。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで11月17日発売、ディオールホリデーコレクション第3弾、ディオールバックステージホリデー2023をご紹介していきました。アイシャドウパレットはコッパーとシルバーで、カラーのニュアンスが全然違うのはもちろん、セットされている質感も異なったので、それぞれの良さをしっかりと楽しむことができました。そして今回のコレクションのリップは実際につけてみると、発色やラメの輝きなど4つとも異なった仕上がりだったので、どのカラーもとても可愛かったです。第3弾もとても人気となっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。